皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。1回微分方程式は様々な現象の変化を表すのに使われます。多くの場合、その式は非線形なので解積解がありません。連立微分方程式であればなおさらそうです。よって解を得るため、微分方程式はコンピューターにより数値的に解かれます。その際、少なくとも1個または1組の小基地が必要であり、これらの値を起点として式が解かれます。したがって、本微分方程式は初期値問題と呼ばれています。その解法にはいろいろなものがあり、これらの基本原理はテーラー級数を定時の項で打ち切った式を使うという点で共通しています。その中で最も基本的なものはオイラー法です。本法による解の精度は低いので、私は研究で使用することはありませんでしたが、理論が変異なため、初期値問題解法の原理を学生に教えるのによく用いました。今回は初期値問題解法の説明の1回目として、オイラー法について述べます。少しばかり難しい話になるので覚悟しておいてください。オイラー法には様的解法と因的解法があります。これらは微分方程式を近似する方法が異なります。今、次の1回微分方程式を考えましょう。前の動画で述べたように、回数が1の微分方程式に対して特殊解を得るには、少なくとも1個の条件が必要です。この条件は独立変数 x の最初の値に対する従属変数 y の値を規定するものなので、初期条件と呼ばれます。これの一般的な表記は次のようになります。一方、任意の値 x での y の情報に基づき、これよりもわずかに h だけ異なる x プラス h における y の値は、テーラー級数を使って次のように表すことができます。オイラー法では2回微分以降の項を打ち切り、1回の導関数を自式で近似します。今、x イコール x0 から始まる積分区間を n 等分に分割し、各ステップにおける y の値を次のように表します。この時、様的オイラー法では、1式を次のように表します。ここで h は刻み幅です。5式を変形すると次式を得ます。6式において i を1から n まで1ずつ増やしていくと、1式の数値解を次のように順番に求めることができます。5式では求めようとする xi における yi の値が、これよりも1ステップ前の xi-1 における yi-1 の値で様的に表されています。これにより i の値を増やすことで、各ステップでの y の値を順番に計算できます。このような形の式を使って初期値問題を解く方法を様的解法と言います。一方、因的オイラー法では、1式を自式で近似します。7式を変形すると自式になります。i を1から n まで1ずつ増やしていくと、8式は自式を与えます。8式では今から求めようとする yi が右辺に含まれています。もし関数式が複雑であれば、
各ステップでの解を直接計算することができません。解の計算を可能にするため、8式を次のように変形します。そしてこの非線形方程式をニュートン・ラプソン法により解き、各ステップで y の値を求めます。8式は yi に関して因的な式になっていますね。よってこのような式を使って初期値問題を解く方法を因的解法と言います。わざわざ手間のかかる因的な式を用いるのには理由があります。例として実式を考えましょう。ここでラムダは複素数としますが、単に実数と考えても構いません。10式による計算が絶対的に安定となるには、RE ラムダ小なり0である必要があります。これは複素数の実部の値が負であることを意味します。10式へ様的オイラー法を適用すれば実式が得られます。11式において安定した計算を可能にする条件を考えてみましょう。アッシャーラは y が指数関数的に減少するための条件として実式を設定しました。これは次の不等式を与えます。本式は次のように変形されます。今RE ラムダは負なので、これを次のように変形します。これによりアッシャーラは11式を使って計算する際の様的オイラー法の絶対安定条件は H が実式の条件を満足する必要があるとしました。後で述べるようにこの不等式には少し問題がありますが、このまま話を進めることにします。初期値問題解法では複素 Z 平面における絶対安定領域がよく議論されます。実軸と虚軸の変数をそれぞれ x、y で表し、複素数 z イコール x プラス iy とこれの強約複素数を考えます。13式において h ラムダが複素数であるとき z イコール h ラムダであることを考慮するならば、実式の関係が成り立ちます。これは様的オイラー法において複素 z 平面上の絶対安定領域が図に示す半径1の円の中であることを表しています。一方、因的オイラー法を10式へ適用すれば実式となります。この例では関数式が簡単なため、17式を yi プラス1について様的に解くことができますね。これにより実式が得られます。今回の場合、計算が安定になるかどうかを表す不等式は次のようになります。ラムダイコールマイナス1なので、どのような値の h を使っても分母は必ず1以上の値を取ります。すなわち因的オイラー法の絶対安定条件は実式となります。不等式から次のような複素 Z 平面上の関係式が与えられます。これは因的オイラー法において複素 Z 平面上の絶対安定領域が図に示す半径1の円の外であることを表しています。これより
Z 小なり0の領域のすべては絶対安定領域であり、例題において20式が成り立つことが明らかです。それでは、これまでに述べたオイラー法の絶対安定条件が正しいかどうかを計算により検証してみましょう。ここでは、ラムダイコールマイナス1、y0 イコール100とします。11式の H には、様的開放の不等式、すなわち15式の境界値 2.0 をまたぐように 1.9 と 2.1 を設定します。このパラメータ条件において、様的および因的オイラー法により、例題である10式を解き、y の値を計算しました。また、計算値の精度がわかるように、10式の解積解 y イコール 100× エクスポネンシャルマイナス x による計算も行いました。計算結果を表に示します。h が大きいため、今回の計算結果には大きな誤差が含まれることを理解しておいてください。解積解から分かるように、ラムダが負なので y の計算値は x の増加とともに100から0へ向かって減少しなければなりません。まず、因的開放による計算値はどちらの h に対しても解積解と大きく異なるものの滑らかに減少しています。これより因的開放の計算は安定していることがわかります。因的開放の不等式20式によれば h が正であれば計算は絶対安定となるので、計算結果はこれと一致しています。一方、様的開放による y の計算値はどちらの h でも正と負の値が交互に現れています。また y の絶対値は h イコール 2.1 の時には増大していますが、h イコール 1.9 の時にはゆっくりと減少しています。これは一体どういうことなのでしょうか。アッシャーラが与えた様的開放の絶対安定条件を再度示します。これは h の値が2を境にして計算の安定性に変化を与えることを意味しています。しかしながら y の計算値には h イコール 2.1 の時ばかりでなく h イコール 1.9 の時も正と負の値が交互に現れています。この原因は、例えば h イコール 1.9 の時、11式中の1プラスラムダ h が負の値、すなわちマイナス 0.9 になるからです。11式へ y0 イコール100を入れると、次の値は負、すなわち y1 イコールマイナス90となります。この計算値はさらに次の値に対して正の値、すなわち y2 イコール81を与えます。このように絶対安定領域にあるはずの h イコール 1.9 の時にも正と負の値が交互に現れます。これは明らかに異常であり、13式に問題があることを示唆します。この原因は12式において y の大小関係を絶対値で考えたことによります。因的開放による計算結果において h イコール 1.9 の時、y の絶対値はゆっくりですが減少しています。したがって15式が規定する安定領域は絶対値が滑らかに変化する計算値も含む領域ということになります。
しかしながら y の値は通常正の値だけを取ることがほとんどですね。あるいは負の値ばかりを取りながら終始変化する場合があるかもしれませんが、少なくとも正負の値が交互に現れる計算値を求めなければならないことは皆無でしょう。12式、13式の条件はこのような実用上考えにくい変化も含めて設定されています。そこで13式が与える絶対安定領域に次の条件も考慮してはいかがでしょうか。これにより実用的計算を考慮した用的オイラー法の絶対安定領域は実式となります。24式に基づき境界値をまたぐように h に 0.9 と 1.1 を設定して計算した結果を表に示します。h が大きいので計算値には大きな誤差が含まれていますが、 h イコール 0.9 の時 y の値は因的オイラー法ばかりでなく用的オイラー法でも正の値を取りながら減少しています。すなわち計算は安定となっています。一方 h イコール 1.1 では正と負の値が交互に現れています。これより不等式が実用的に正しく設定されたことがわかります。また用的解法の計算値が単純な数値になっています。これは h に境界値近傍の値を設定したことで11式の右辺の係数が h イコール 0.9 の時 0.1、h イコール 1.1 の時マイナス 0.1 となるからです。このように用的解法では h の値の大きさに制約があり、h をある値より小さくしなければ計算が不安定になります。一方、因的オイラー法では h の値の大きさにかかわらず安定した計算を行うことができます。しかしながら通常は用的解法を用いることがほとんどです。これは因的解法の場合、関数式が複雑になるとニュートン・ラプソン法の使用を余儀なくされ、これにより計算時間が長くなるからです。因的解法が安定であるといっても計算精度が保証されるわけではありません。3桁程度の精度を確保するには十分に小さな h を用いなければなりません。このことを示すために h の小さな値を使って計算した結果を表に示します。h イコール 0.001 の時の計算値はまだ十分な精度ではないですね。h イコール0.0001 としたとき、ようやく本積分の範囲においてほぼすべての計算値が3桁だけ正しい値となりました。一方、オイラー法ではテーラー級数の2回微分以降の項の打ち切りにより計算誤差が h2 乗のオーダーで生じます。このため微分方程式が複雑である場合、h を十分に小さくしても3桁の解を確保するのが困難になります。一方、用的解法であっても h を十分に小さく取りさえすれば計算が安定するので、因的解法は不要ではないかという疑問が生じるでしょう。確かに一般的にはその通りです。しかし中には固いと呼ばれる微分方程式があります。例えばギアが検討した次のような連立微分方程式です。これには次の解があります。
2223式を量的解法で解くと h を1000分の1以下にしなければ計算が不安定となります。これは2425式からわかるように非常に迅速な変化を与えるエクスポーネント -1000×x 乗とこれに比較して遅い変化を与えるエクスポーネント -x 乗の項が計算に関わるからです。しかしとても小さな h を使って計算を行うとステップ数が多くなり計算時間が長くなります。非常に硬い微分方程式では解を得ることができないことがあります。そうかといって大きな h を用いると前述のように計算が不安定となります。このような硬い微分方程式は対射反応のネットワークシステムでよく現れます。そこで因的解法の出番となります。本法は大きな h を使っても安定であり、それなりの計算値を与えることができます。ただし計算値には大きな誤差が含まれ、それが正しい解であるという保証はありません。よって正しい計算値が必要な時にはテーラー級数を工事の項で打ち切った式に基づく計算法の導入が必要になります。このように数値計算の世界は複雑であり奥深いことが理解できると思います。数値計算はいつでも計算誤差との戦いになります。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。